よっしゃ行くぜ。ハズブロマーベルレジェンドキティプライドとコロッサスの2パックの紹介。定期的に発売され続けているアストニッシング X メン版ですね。で、この2人は恋人夫婦どっちなんだ。まあとにかくね、そういう関係なんで納得の2パック。では開けていきましょう。よいしょ、出てこい。キャサリン・プライド&ピョートル・ニコライビッチ・ラスプーチンと。では、キティから取り出していきましょう。よし、やっぱキティは可愛いですね。よし、次、PT。これね、多分心臓系だぜ。よいしょ。なんかちょっとでかなってない？うわ、めっちゃかっこいい。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい。ではまず、キャサリン・アンプライド、通称キティから見ていきましょう。当時最年少の13歳という若さで X メンに加入。コードネーム、シャドウキャット。能力は、自身の原子振動率を変化させることができるというもの。それによって壁をすり抜けたり、浮遊できたりする。また、触れた相手の分子構造を変化させ、別の物質、主に壁や地面などに閉じ込めることができる。ご覧の通り美女がいいので人気あり、忍者になったり、スターロードになったり、あと海賊になったりといろいろ忙しい人。頭部を見てみましょう。こちらは髪をポニーテールに弱えた通常顔。若干ふっくらと見える顔は、アーティストのジョン・キャサディが描くアストニッシング X メンのキティをよく再現していると思われる。ただ、デジプリ精度は高く綺麗でよくできているとは思いますが、無表情のせいかなんか寂しいですね。アストニッシング X メンのキティは険しい表情をしている場面が多いので、眉間にシワとかあればよかったかな。こちらは交換用頭部の笑顔ヘッド。これはいいですね。いかにもキティって感じで、笑顔の表情が素晴らしくよくできている。何よりね、この若干頬にかかるウェイビーなミディアムヘアが初期のキティのようで個人的にここ好みですね。髪の造形もよくできています。いや、めっさかわいい。これこそキティプライド。コスチュームはブラックとイエローを基調としたアストニッシング X メンのもの。素体なんですけど、何パターンかある女性素体の一つである、このマダムマスクに使われた素体と同じものと思いますね。ただ、この胸部パーツ、これだけはおそらく新規と思います。で、可動範囲なんですけどね。これ定期的に言ってるような気がするんですが、肘、膝がピンレスの二重になったのは喜ばしいことなんですよね。女性素体が二重関節になるまでかなり期間かかりましたからね。ただ、胴の可動、前後がほぼいかないんですよね。ボールジョイントなんでひねりは効くんですけど、腰に可動軸がないので、ほぼ前後できない。同じ女性素体でも、このジーン・グレイやウォーバードなんかは、縦軸だけではあるものの腰に可動箇所があって、こんな風にね、前後にかなり動くんですよね。ほんとこの素体ね、そろそろアップデートしてほしいですよ。頭部以外の付属品。こちらはキティのサイドキッカーであるロッキード。とあるエピソードにおいて、キティが宇宙で危機に面した際、この子に助けられて以来、ロッキードと名付け、かけがえのない相棒となる。その正体は異性生命体のフロック族。性別は男性。口から炎を吐く宇宙最強の X ドラゴン。ウルヴァリンをして、こいつこそが X メンのリーダーになるべきと公言せしむるほどの実力者。後にペットアベンジャーズという動物で構成されたヒーローチームの一匹となる。造形的には過去のキティに付属したものと全く同じものですね。
尻尾の形状上、このようにキティの腕に引っ掛けて乗せてあげることができる。ただ、取り付けているのではなく、あくまで乗せているだけなので、動かすとすぐ落ちますよ。キティとはね、ニコイチの存在なので、付属してくれるのはありがたいことなんですが、これ欲を言えばね、翼を広げて大きく口を開けた心臓系のロッキード欲しかったかな。この辺もうちょい気合い入れて欲しかったと思うのは贅沢かな。で、開き手のハンドパーツが左右分付属。では次に、ピョートル・ニコライビッチ・ラスプーチン、コロッサスを見ていこう。早速比較から入るんですけど、左にあるのがジャガーノート2パック版で、右にあるのが映画デッドプール版で、真ん中にあるのが今回のアーストニッシング版。並べてみると、今回のアーストニッシング版、膝の関節がピンレスになっているのを見るにつけ、これらパーツすべては完全新規と思われる。同じくピンレス関節の映画版から何かしらのパーツ流用あるかなと思ったんですが、各部よく見ていたんですけど、流用はありませんね。ただ、造形的に劇的な変化があるわけではないので、新鮮味はね、ちょっと薄いですけど、細部にわたって進化しているのは間違いない。今回のアーストニッシング版コロッサス、3体の中で一番身長が高く、大きめだった映画版をしのいでいる。マッシブさではバルキーなコミック版をしのいでいて、全体的にボリュームアップされ、かつスタイルのいいバランスの取れたフォルムとなっていますね。いやー、これ見れば見るほどかっこいい。現状最高のコロッサスが誕生。頭部を見てみましょう。これも完全新造形でしょう。この辺ね、正直、映画版の塗装精度が上がったリペイントになるかなとね、どっかで思っていたんですが、これは嬉しい誤算。ただ、2パック版も映画版も非常に出来がいいので、不満は皆無だったんですけどね。でもやっぱりね、造形的にもプリント精度的にもしっかり進化しているので、今回のコロッサスやはり3体の中で一番かっこいいですよ。こちらは交換用頭部、待望のコミック版の食いしばり顔。いや、これを待っていた。やっと出た純然たるコロッサスの食いしばり顔。食いしばり顔だけで言えば、ビルドフィギュアのコロッサスがあったんですが、あれは AOA、エイジ・オブ・アポカリプス版であり、見た目ベーシックなコロッサスで言えば、映画版しかなかったんですよね、食いしばり顔。でもやっぱり欲しかったのはコミック版のコロッサス。しかも完全新造形でめちゃくちゃかっこいい。シワの造形や歯の綺麗な塗装など、素晴らしい出来ですね。いやー。可動範囲、まずは頭部、上はここまでうつむきこうで、ぐるりと一周回って傾きはあまり取れないかな。肩バタフライ機構があって、これぐらいの可動域で、腕横へはこうで、ぐるりと一周回って、腕の付け根で回り、二の腕バイセップスがあって、肘がここまでいけて、手首はこのような可動ですね。胴体接続箇所は胸と腰ですね。後ろへはここまでいけて、前はここまでか、あんまいかないかな。胸でボールジョイントなので、このように動き、腰は横のみですね。股関節に引き出し機構はなくて、前はこうで、後ろはこうで、股割りできて、
この部分でロールあって、膝がここまでいけて、ブーツでのロールはなしですね。足首後ろへはこう、前はこう傾き取れて、つま先可動はありません。では今回の2人を並べてみましょう。やはり絵になる2人ですね。でもね、完全心臓系のコロッサスはパーフェクト超人な出来だったんですけど、キティの方がもう一押しだったか。とにもかくにも女性素体のこの上半身、ここそろそろ本当にアップデートしてほしい。それに、ロッキードね、もっと躍動感ある造形にしてほしかったところ。さあでは、今回の2パックで主要メンバーが出揃ったということで、アストニッシング X メンを並べてみよう。ついに新素体で揃いましたけ。感慨無量。がしかしね、このエマタンだけはアストニッシング版ではなく、お気に入りであるアニメ版なので、アストニッシング X メン完全再現ではないんですけど、個人的にはね、もうこれで完成とします。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。